こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、連チャンになるんですけども、MFH モデルファクトリーヒロの、12分の1マツダ 787B、 こちらの制作の続きやっていこうと思います。で、前回の動画で一応エンジンのある程度の組み立てが完成しましたんで、今回からはね、ちょっとリアサスペンションの組み立て、リアサスペンションじゃない、ミッションの組み立てをやっていこうと思います。トランスミッション、エンジンの後ろ側につく部分ですね、トランスミッションの組み立てをやっていこうと思います。で、開封動画の時にも言ったかな、この車の場合、トランスミッションにリアサスペンションがくっついてるんですけども、リアサスペンションのローアーム側ですね、下側っていうのがフロアを取り付けてからじゃないと組み立てができないっていう構造になってるんで、CLF の時もそうだったと思うんですけど、そういう構造になってるんで、とりあえず今回はトランスミッション本体と、リアサスペンションの途中までですねを組み立てしていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらね、ミッションの、組み立ての作業をやっていこうと思います。ミッションと、あとリアサスペンションですね、の組み立てをやっていくっていう形になります。で、この車の場合、リアサスペンションのロアーム側っていうのは、フロアの下をくぐる形になるんで、今の時点ではまだつけれないんで、ミッションと、あとリアサスペンションの途中まで。で、あと、後ろのリアウィングのステーの部分ですね。そこまでの組み立てをやっていくっていう感じで作業を進めていこうと思います。はい。なので、一応部品がね、こんな感じになります。ちょっとこれ、形になっちゃってるけど、こんな感じでバラバラの状態で、こういう感じのパーツ構成になるんで、これを全部組み合わせていってミッションにするっていう形でやっていきます。はい。というわけでね、まずはこれ下処理して、そうやっていこうと思います。はい。そしたらですね、塗装してきて、こんな感じに、なりました。この辺のね、国鉄色で塗装の指定になっているところは、ウエストブラックですね、このギアボックス。ギアボックスはウエストブラックでいつものように塗装してあります。で、これ、実写の写真見ると、結構表面テカテカしてたので、今回はこれ艶消し拭いてません。黒サフを拭いて、でその上にウエストブラックを吹き付けるって感じにしてあります。こんな感じだから黒サフ下に拭いてるんでね、表面そんなに光沢にはならないんですけど、こんな感じでちょっと光を反射するっていう感じにしてあります。はい。であとは艶消し黒で塗装の場所は、黒サフで塗装したりとか、あとサスペンションも艶消しの黒で指定になってるんですけど、実写の写真を見ると結構光沢がある黒だったので、光沢のブラックで塗装してあります。であとドライブシャフトはここのジョイント部分は、削り出しの金属むき出しだったんで、ここはもうアルミダイキャストむき出しのまんまっていう状態で、ここのシャフトの部分は説明書は艶消し黒なんですけど、ここもウエストブラックを、塗装してあります。はい。であとはデフオイルクーラーのケースの部分はこんな感じでケブラのデカールを貼り付けてあります。はい。これ実写もこんな感じだったんでね、ケブラのデカールを貼り付けっていう感じで処理してます。これ型取りしてね、キートにはついてないので型取りして、こんな感じにしました。ちなみにこのパーツは、塗装の指示は書いてません。はい。っていう感じになってます。あとサスペンション周りはこんな感じで塗り分けをしてやるっていう感じなんで、これをね早速組み立てていくんですけども、この辺はねやっぱがっちりつけたいんで、ある程度、エポキシとかも使ってつけていきたいので、ちょっと順番をね考えながら組んでいこうと思います。そしたらね早速
組み立てやっていきます。と言ってもまあそんなに喋ることはないので、もうサクサクとね組んでいっちゃいます。スイッチをつけるの忘れた。こんな感じでね、サスペンションは、こういう形で取り付けます。このスプリングの部分もね、光沢の黒で塗装してあります。ただね、ちょっとエポキシ接着剤の用意します。はい、そしたらね、エポキシ接着剤用意したんで、この辺のパーツをね、がっちりと接着していきましょう。エポキシはね、この2つ混ぜないといけないっていうのが若干めんどくさいっていうのはあるんですが、その分しっかりくっついてくれるんでね、これを使って接着してあげる。はい、これでちょっとねがっちり留めたいところはこれでくっつけたんで、これでちょっとねエポキシが固まるまでちょっと待とうと思います。ちょっとねエポキシって初期接着力がないんでね、これ傾けちゃうとねポロッと取れてしまうので、このままねしばらく押さえておきます。はい、じゃあこっちはね真鍮ブロックでねこうやって押さえて固まるのを待ってる間にこっち組んでいきましょう。このデフオイルとかミッションオイルクーラーだと思うんですけどね、ミッションオイルクーラーに、このウィングステー周りを取り付けていきます。でこの辺はもう事前にね仮組みして、穴とかも開けて曲がりの修正とかもしてあるんでペタペタくっつけていきます。まずこの後ろのステーをつけてあげたら、ここに横のステーをする。はい、こんな感じ。こんな感じで組んであげます。でね、ここがね、一応、ここが多分牽引ポイントになるんで、ここだけデカールを貼る指示があるんでね、ここ表裏にデカールを貼ってあります。こんな感じ。はい、そしたら、またちょっと、こっちが固まるのを待ちます。あ、その前に、これだ。この、オイルクーラーのフレームもここに接着ですね。なるべく接着剤つけるときはね、外から見えにくくなる箇所を狙ってつけましょう。こんな感じ。こんな感じでつけてあげます。はい。そしたらまたちょっと待機。はい。そしたらちょっとね、これついちゃってるんですけど、ちょっとね、ここのミッションの後ろ側と、ここのウィングステーのここの穴ですね。ここの穴の位置を合わさないとダメなんで、その位置合わすためにね、ギュッとはめ込んでみたら、抜けなくなっちゃいました。抜けなくなっちゃったんで、もうここ接着しちゃいました。なので、ここから続きやっていきましょう。ここのね、ミッションケースの後ろ4箇所と、あと、ここの2箇所ね、こことここで固定するっていう形になります。で入れてあげたら、ここにこのジャッキステーですね、ジャッキステーを乗せた状態でここを接着、このジャッキステーごとね接着しちゃいます。このジャッキステーはね下からこうガッてかけるんで、この
向き間違えないようにねしてあげて接着。この辺はねまあ瞬着でいいと思います、つけるのは。はい、こういう感じでつけてあげます。そしたら他のパーツどしどしつけていきます。で次にこの横のステーのパーツを取り付け、ここからここに、まあこの太さなんでね、この模型としては補強の意味は大してなさないんですけども、でも実写の場合はそこそこ意味があるんでしょう。あ、これ先につけたん邪魔だったかもな。ドライブシャフト刺すのの邪魔になったかもこれ。あ、まあなんとかなるか。よし、こんな感じでステーをつけてあげる。でもう一本ここの後ろにつくんですけど、どうしようかなっていうのはね、ここのテールランプをね塗るの忘れてたんですよ。だから今テールランプつけれないんですけど、これつけると邪魔になるよな。ここにねこういう形でつくんですけど、ちょっとこれ邪魔になっちゃうからこれ後にします。今度つけます。で次に動画撮る前はねこの順番でつけるってもう頭の中でシミュレーションしてたのにね、やりだすとねすっかり忘れてしまって順番がグダグダになってるんですけど、これがリアのスタビライザーですね。見えない、どこに刺さるか見えない。全くでここに刺しつつスタビライザーの先っぽをねアームのここに合わせる。こういう形。これね、ここにスタビライザーがついて、このスタビライザーの先っぽがこのアッパーアームの根元のねここにつながる形になります。よし。でどんどんつけていこう。でこれがトランスポンダーかな。多分これトランスポンダーだと思うんですけど、タイムの計測器ですね。危ないだと思うんですが、これをここにセット。接着。これね、この前側から配線が2本出るんで穴だけ開けてあります。穴だけ開けてあるんで、後々配線をさしてあげます。であとこれがオイルポンプかな、デフオイルのオイルポンプ。あーっとこれ邪魔じゃん。あでもちょうどよかったか。これがどこにつくか。これちょっと次回にしようか。これねミッションオイルのオイルポンプだと思うんですけど、このオイルクーラーから配管がつながるんですよ、これに。でこっからミッションの方に配管がつながるっていう形になると思うんですけど、ちょっとねその配線の取り回しを考えてからじゃないとちょっと綺麗につけれそうにないから、ちょっとこれ後回しにします。そしたらねこれで、一応、ミッションとアッパーマウント周りですね、サスペンションアッパー周り、その辺が取り付けができました。こんな感じで、この下に本当だったらこのローアームがこうついてっていう感じになるんですけど、こういう感じでね
つく形になるんですけど、これはね、この間にフロアが入るんで、今つけてしまうとフロアに取り付けできなくなってしまうので、これは後回しっていう形になります。一応ミ塗装で穴とかだけ開けて取り付けれるようにはしてたんですけど、ちょっとこれはもうやっぱり今度にしましょう。ドライブシャフトのね、その時につけるっていう感じにした方がいいと思います。多分この角度をね、こうつけた状態でさっきのサスペンションのアップライトと角度とか向きとかを合わせてあげてつけないとダメだと思うんで、今この状態でつけちゃうとね、後々ややこしいことになりそうになるんで、ちょっと一旦これはねつけずに置いときましょう。なんで、一旦今回はここまでにしておきます。で、今回の動画は一旦ここまでで、次の動画では、前回作ったエンジンとこのミッションを合体させてあげて、この周りの、フレームとかをつけるのと、あと配線関係ですね、配線配管関係、その辺のパーツをねちょっとつけていこうと思います。だから、このジョイントのパーツもねいろいろ用意してたんですけど、これもやっぱり次回配線とか配管の取り回しをしながらじゃないとつける角度とかもね決めれないので、そういう形でやっていこうと思います。そしたら、一旦今回はこれで終了という形にさせていただきます。また次の動画、見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。